ましておめでとうございます。今年もこのチャンネルに遊びに来てくださってありがとうございます。2024年お正月ということで、今回はインド人夫くんから提案のあったインドのナンと日本のあんこを融合させたあんこナンを作ろうと思います。お正月に余ったあんこがある方、ぜひ一緒に作ってみませんか？最初にあんこ作り、後半でナンに包んでフライパンで焼き上げました。ぜひごゆっくりしていってください。では、レッツクッキング。購入する際、小豆と大納言小豆があり、どう違うのか検索したところ、大納言小豆の方が皮が柔らかく、粒あんに適しているということだったので、大納言小豆を購入しました。まずは豆を水できれいに洗います。何度かすすぎ洗いしたら、1リットルの水を入れ、5分ほど鍋で煮ます。ストーブ鍋の場合、このように蒸気が上がってきたら、火を最弱にします。5分経ちました。火を止め蓋を開けます。1度目はアクを取るためなので、お湯を捨て、水を入れ替えます。2回目の湯では、豆が湯から出ないほどの水を入れます。今度は弱火でじっくり豆が柔らかくなるまで煮ていきます。豆が水分を吸うので、時折水を足しながら約1時間ほど煮ます。私は1時間ほどかかりましたが、豆が柔らかくなれば OK です。豆が指で簡単に潰れるくらい柔らかくなったら、砂糖 200g を入れます。砂糖は 2、3 回に分けて入れ、その都度全体を優しくかき混ぜます。砂糖の量はお好みの甘さに調整してくださいね。この豆の分量に砂糖 200g はほどほどにしっかり甘さがありました。ご参考までに。10分ぐらい弱火で煮詰めたら、あんこの完成です。ちなみに途中ぜんざいとして味見で楽しみました。わら。よく母親がちょっとだけ塩を入れると甘みが締まると言っていたのを思い出して、塩を一つまみ入れました。そして購入した小豆のパッケージの裏に6時間ぐらい置くとより美味しくなりますと書かれていたので、忠実に守り、明日ナンに包むことにしました。おはようございます。一晩待った甲斐がありました。あんこがしっとりと良い感じです。今日はまずナンの生地から作っていきます。以前アップしたナンの動画ではヨーグルトを入れていましたが、今日はあんこに合うかなと思い、ミルクを一緒に混ぜました。あんこナン2つ分の分量です。まずは粉だけをミックスします。ボウルに強力粉 160g、ベーキングパウダー 8g、塩小さじ1/2、きび砂糖小さじ2を入れたらよく混ぜます。そこへ油大さじ1を加え、もう一度混ぜます。牛乳を 50cc 加え、手で混ぜて生地のまとまり具合を一度確認します。ナンの生地作りのコツは、少量ずつ水分を加えて混ぜ、調整しながらこねると、気温、使っている材料を問わず上手にこねられると思います。そこへぬるめのお湯 50cc を加えます。特に寒い季節は水ではなくぬるま湯を使用すると上手にこねられる気がします。全体がつるっとしてきたら濡れ布巾などをかけて1時間生地を休ませます。生地を休ませると生地の伸びが良くなり、焼成時によく膨らみ、ふんわりとした食感になるそうです。1時間経ちました。生地をもう一度こね合わせます。生地を伸ばす台代わりにキッチンの台を除菌スプレーできれいにし、そこで生地を伸ばしています。そこへ打ち粉を引いて生地を全体的にこね上げます。こね上がったら生地を2等分します。さあ生地を伸ばしてついにあんこを包んでいきます。全体的になんとなく丸く手のひら大の大きさに伸ばしたら、中心に作ったあんこをたっぷりのせます。そこにバターの登場です。1カット丸ごと入れたら美味しそうですよね。バターの表面をあんで隠したら、生地の周りをプリーツを作るようにして包んでいきます。包んだ方を下にして綿棒で優しく伸ばします。ただ
具に大きなバターの塊を入れたので薄く伸ばせないことに後で気づきました。ナンを薄く仕上げたい方はあんの量とバターを薄くスライスしてみてくださいね。ちょっと分厚いナンになりましたが、フライパンで焼いていこうと思います。フライパンを温めます。鉄のフライパンを使用しているのでよく温めてから使えばくっつきませんが、気になる方は少量の油を塗ってから生地を入れてください。最初は中火で片面40秒ずつ焼きます。両面軽い焼き色がついたら、今度は蓋をして弱火でじっくり生地に火を通していきます。約1分半焼いたら蓋を開けて生地を裏返してもう1分半蓋をして焼きます。さあ、そろそろ焼き加減はどうでしょう。厚みがあるので側面もくるくる回しながら焼いていきますね。生地の色を見て焼き残しがないかチェックしてよく焼いたら出来上がりです。